私は今、信陽地方の舞台である北海道でリアルポケモン旅をしています。ゲームのモデルになっている地を回りながら、こちらの超鬼畜な縛りプレイをこなしてクリアを目指しています。今回はポケモンセンターに行ってポケモンフィットを探したり、ミオシティのモデルになっている小樽市を観光します。では、リアルポケモン旅をお楽しみください。おはようございます。もうめちゃくちゃ暑くて4時半に目が覚めちゃいました。今日はミオシティのモデルになってる小樽市に行く予定なので、もう絶対に今日はホテル取ろうと思います。で、ミオシティに行くために寿シティを通らなくちゃいけないので、今日はまず寿シティのモデルになってる札幌に向かいます。今いる帯広から下道で行くと4時間かかっちゃうので、今日はついに高速道路を使おうと思います。結構資金に余裕もできてきたんで、今後は使えるところは高速道路を使いたいです。それでは札幌に向かって気をつけていきます。道の駅の近くの音更帯広から高速道路に乗って札幌を目指します。札幌の近くに行かないと高速道路にガソリンスタンドがないみたいなので、一度高速道路を降りてガソリンスタンドに来ました。約4800円分入れて満タンになったので、これで安心して札幌に行けます。では、再び高速道路に乗って札幌を目指します。2.1 が入れます。はい、ありがとうございます。札幌駅の近くの大丸の地下駐車場に着きました。いや、札幌すごい久しぶりな気がします。大丸にポケセンが入ってるんで、早速行ってくると思います。旅のルール上、そのポケモンのポケモンフィットを持っていないと進化させたり、あと捕まえることもできないので、旅パの3匹のコリンクとカラナクシと、あとモーカザルの進化後は絶対と、あとそうだな、この先最終的にガブと戦うのを考えると、あと氷タイプのポケモンも欲しいので探してきます。あとリアルガもできたら欲しいです。いやー、ポケセン楽しみだなー。さあ、じゃあ行ってきます。前回ポケセンに来た時とは違って、ヤオハやピカチュウ、アローラロコンが夏仕様になっていてめちゃくちゃ可愛いです。ポケカをまとめられるバンドや、ポケカのコインを入れられるマスコットなどの新商品も発売されています。このポケモンスリーブのぬいぐるみはどれも可愛いので、いつか寝室に全種類置きたいです。ポケモンフィットコーナーを見に来たんですけど、残念ながらルクシオは売ってませんでした。でも、ゴーカザルやトリトドン、ディアルガもあったので、とりあえず良かったです。ガブリアスも欲しいなと思ってたんですけど、在庫切れだったので、ヒポポタスとカバルドンを買っていきます。ポケセンの外に可愛いガチャガチャがあったので回してみます。ちょっとわかりづらいんですけど、シャリタツでした。他のも欲しいので、もう一回だけ回します。2回目はポッチャマでした。ダイパ旅をしているので縁起がいいです。ポケセンでいっぱい買い物してきました。じゃあ車に戻って紹介します。ただいまー。ポケモンフィットいっぱい買ってきました。ちょっと車内暗かったんで電気つけました。じゃあまずは、ゴーカザルとトリトドンです。これでやっと進化させることができます。でもレントラーはあったんですけど、ルクショウがなくって、ちょっと残念ながらね、コリンクはあのままで頑張ってもらおうと思います。で、次が、ディアルガです。かっこいい。ディアルガは四天王の前にゲットできると思うんで、その時用に買いました。
あとは氷タイプをね、どのポケモンにしようかなってすごい迷ったんですけど、ガブリアス対策は雪目の子にしました。進化前の雪嵐もあったんでね、めちゃくちゃラッキーでした。で、次は、ムックではなかったんですけど、ムクバードとムクホークがあったんで、ムクバードを野生で捕まえて進化させようと思います。この子たちは完全に威嚇要員です。で、最後はどのポケモンにしようか迷ったんですけど、カバルダンにしました。特製の砂嵐とか、あと技のあくびで、とりあえず何もできないっていうことはないんで、このポケモンにしました。ここまでポケモンは揃えることができたんで、あとは頑張ってクリア目指します。そうだそうだ、あと、可愛いガチャガチャがあったんで、さっき回してみました。全部可愛かったんで、どのポケモンでもよかったんですけど、またシャリタツが出ました。ほんとね、いつもガチャガチャの時はね、シャリタツばっか出るんですよね。でもね、可愛いんでね、お気に入りになりました。2回回して、もう1個は、ポッチャマでした。可愛い。マリルとゼニガメもすごい可愛かったんで、また見かけたらやってみたいと思います。それじゃあ空飛ぶを使ってゲームの中でも寿シティに行きます。で、今日はいっぱい買い物したんで、駐車料金が無料になってるんで、このままここでプレイしちゃうと思います。じゃあゲームの続きやっていきます。そしたら空を飛ぶで、居合切りじゃなくて、空を飛ぶを使って、寿シティに飛びます。ここだね。じゃあ、まず、寿シティに移動したら、真っ先に、フレンドリーショップかな。どこだっけ。あったあった。じゃあ、そしたら、昨日のお寿司が、約3900円なんで、いい傷薬が3500円分と、あと、傷薬が1つで300円と、あと毒消し一つで、これで合計3900円。で、昨日のお風呂が500円なんで、やけど直しが一つと、あと氷直しが一つで合計500円。あとはガソリンが4800円なんで、元気のかけらが4500円分と、傷薬が一つで、これで合計4800円。あとは帯広から札幌までの高速が3900円なんで、傷薬を3900円。で、最後はさっきポケセンで約15000円使ったので、じゃあ元気のかけらが12000円分と、あとはシルバースプレーが3000円分で、これで合計15000円。よし、オッケー。いや、結構お金使ったな。まあね、でももうだいぶ資金には余裕があるんで、まあそんなに困ることはないでしょう。じゃあ、こっち側だったかな？確か行けなかったの。この人なんだろう。218番道路は釣りの名所なんだ。ボラの釣り竿はいいよ。うん。あ、ボラの釣り竿を手に入れた。ありがとうございます。まあ釣り、あんましないかな。よし、じゃあどんどん先行こう。218番道路。キャモキャモメか。びっくりした。この子が喋ったんかと思った。よし、じゃあナビナリ使って、じゃあビーダルお願いします。いや、気持ちいいね、ナビナリ。あの人戦えそうだね。じゃあそしたらコリマル戦と、もうなってた。オッケーオッケー。よし、じゃあ回復して。よし、行こう。なんかいっぱいいるな。向こう岸だったのか。よくわかんないけど、フラワーシール F を手に入れた。ロックンロール、戦いはリズム。濃いね。ギタリストのジョニーが勝負を仕掛けてきた。ルクシオだ。いいなぁ。いや、さっきボケ戦にフィット打てなかったからね。いけ、これ丸。じゃあ、ここは神固くで。上取ってる。いいぞいいぞ、いけ。半分入んないか。ルクショのスパーク。よしよし、オッケー。オッケー。いや、ルクシオこれまで倒せたの嬉しいな。やったー、992ありがとう。
じゃああっちの木の実もらってこう。チーゴの実、キーの実、ファイルの実。よし、オッケー。じゃあこの先ミオシティなんで、一旦ゲームここまでにしときます。それじゃあ次はミオシティのモデルになってる小樽市に向かいます。今日は朝から何も食べてなくてすごいお腹減っちゃったんで、小樽に着いたら美味しいもの食べたいと思います。ここからはだいたい1時間ぐらいで行けるみたいなんで気をつけて向かいます。飲み物がなかったので、セブンでお水を買ってきました。これでしばらく水分には困らなそうです。ミオシティのモデルになってる小樽に到着しました。小樽は観光名所としてもすごく有名なので、せっかくなんで観光してきます。小樽駅に到着しました。こちらが観光スポットとして有名な小樽運河です。今日は天気もいいので、小樽運河を見ながら散歩をするのがすっごく気持ちいいです。で、この小樽運河なんですけど、なんとこの船に乗ってクルージングが楽しめるみたいです。せっかくなので夜7時のクルージングに乗ることにしました。小樽に来たので今日は贅沢をしようとお店を探していると、カニを丸々1匹食べれるお店を見つけたので、タラバガニを食べちゃいます。丸々1匹だとだいぶ大きいんですけど、でも今結構お腹空いてるので多分大丈夫だと思います。まずはカニ刺しをいただきます。人生で初めて生のカニを食べたんですけど、茹でたり焼いたりしたカニよりも生のカニが一番美味しかったです。編集中に思い出したらお腹が空いてきちゃいました。お次は茹でガニです。茹でたカニも身がプリプリでめちゃくちゃ美味しかったので、焼いても生でも美味しいカニは本当にすごいですね。続いてウニが食べれるお店に来ました。ここのお店は一口サイズのウニを食べることができます。せっかくなので一口ウニ丼を食べてみます。この一口ウニ丼もめちゃくちゃ美味しかったです。下のご飯もちゃんと酢飯になってました。お腹がいっぱいになったので歩いていると、小樽オルゴール堂を見つけました。店内には国内最大級の3200種類のオルゴールがあるそうです。ゲームのマップを見てみると、ここがミオシティです。実際の北海道の地図と見比べてみたところ、ほぼ同じ位置にあります。ここからはクルージングを楽しんでいきます。ゲームの世界と同じで橋の下を通ったので、こういう共通点もすごい嬉しくなりました。船を運転しているお兄さんが小樽の歴史などを説明してくれるので、少しだけ小樽に詳しくなれます。最後は写真が撮りやすいように船を止めてくれるので、大満足のクルージングでした。いやー、小樽観光めちゃくちゃ楽しかったです。もうね、昼間ももちろん綺麗なんですけど、もう本当に夜がね、ライトが綺麗で最高でした。じゃあね、今日はこの後無事ホテル取れたんで、ホテルに移動して、で、そしたらゲームの中ではミオシティに行こうと思います。今日は小樽駅前のホテルドーミーインに泊まります。今日宿泊するお部屋はこんな感じです。疲れたー。暑さもそうですけど、今日ホテル取って本当に正解でした。ベッドで寝れるの嬉しいし、あと部屋もめっちゃ涼しいんでね、もう最高です。それじゃあね、ゲームの準備しようと思います。ゲームの準備できました。こんな感じでちょっと荷物だったんですけど、スイッチだったり、キャプチャーボードだったり、パソコンも持ってきて、準備万端なんで、今からゲームしていきます。じゃあゲーム再開していきます。いや、すっかり夜になっちゃったね。この人俺でしょ。コウキのお父さん。お久しぶりです。
何ですかその顔。誰って言ってますね。へへへ。今回はちゃんと覚えてたよ。あ、ポケモン図鑑をパワーアップするために来てくれたんだね。お、なんかやってくれてる。んあ、なんかパワーアップしなくても大丈夫だったみたい。え、どういうこと？銀河団どうなってますか？言葉でのこと博士を気にしてましたけどって。何のために来たんだ、後期のお父さんは。なんかさ、ミオシティの音楽綺麗だね。水面に映える街だって。素敵。でもまずは生産しに行こうね。じゃあセブンで買ったお水が108円なんで、毒消しが1個。それからカニが税込み1800円なんで、すごい傷薬が9個で1800円。あと一口ウニが1200円だから、すごい傷薬が1個で1200円。あとクルーズが大人1人2000円なんで、元気のかけらが1個と、傷薬が1個と、麻痺直しが1個で、これで合計2000円。あとはここのホテル代が朝食込みで15,400円なんで、いい傷薬が、じゃあ、22個でちょうどいいね。じゃあこれで15,400円。よし、じゃあ生産おしまい。いや、今日は丸々1匹カニ食べたりとか、あとホテルも泊まってるからね、もうめちゃくちゃお金使っちゃった。でも旅が始まった当初、本当に節約生活だったから、これぐらい贅沢してもいいよね。お、ジュンだ。ちょっと久しぶりじゃん。おっと、リノかよ。この先のポケモンジムに挑戦するのか？もうジュンはジムバッジもらったんだ。ジュンのパーティーも進化したかな？確か前回全然進化してなかったんだよね。ノックバードになってる。いいじゃん、いいじゃん。こっちはね、まだコリマリなんだけどね。じゃあイカが入っちゃったから放電で。よし、上取ってる。さすがに一発で落ちそうだけど。よしよし、オッケー。レベル差もあるからね。次はロゼリアを繰り出そうとしている。じゃあここは彦摩呂に交代しよう。いけ、彦摩呂。じゃあ火炎車。いけ。オッケー、さすがに一発だね。次はポッタイシか。そしたらコリマルに交代だね。じゃあここは放電でいきます。一発落ちるかな？どうかな？半分か。甘える。ラッキーラッキー。下がっちゃったからもう一回放電かな。じゃあもう一回放電で。いけ！よし、オッケー。次はヘラクロスだって。新しいポケモンだ。じゃあここは火炎車で。どんぐらい入るかな？一発だ。ナイス。じゃあ最後はポニートだからカラちゃんに交代だね。じゃあ水の波動。ポニートの踏みつけ。まあ。いけ、水の波動。倒しきれないか。いけ。よし、オッケー。いや、ジュンもだいぶ強くなったね。3996円ありがとう。コリマル。もう6種を買えなかったから多分最後までコリンクだね。ごめんね。彦摩呂をね、さっき豪華ザル買えたから。嬉しい。いやー、これでこの先結構楽になるんじゃないかな。かっこいい豪華ザル。おめでとう、彦摩呂。豪華ザルに進化した。よかったね。こんなかっこいい姿になったけどね、あなたはずっと彦摩呂のまんまだよ。カラちゃんもだ。カラちゃんもさっきトリトトンゲットしたからね。よしよしよし。いや、みんなどんどん強くなるな。本当にコリマルちょっとかわいそうだな。トリトドンだ。おめでとう、カラちゃん。トリトドンに進化した。やったね。
ウミ虫ポケモン、かわいい。相変わらず俺より少しだけ強いな。チャンピオンになるのは俺だからな。まあお前なら他のジムリーダーに勝てるだろ。さっさと勝負してこうよ。だって。オッケー、早速行くよ。ここなんだ？ミオ図書館。あ、なんかシロナさんが図書館がどうとかって言ってたよね。なんて言ってたっけ？ここはミオ図書館です。静かにお願いします。はいはーい。何するんだっけ？あ、バトル？あ、バトルではない。あ、そうだよね。図書館の中でバトルしたら超うるさいもんね。僕の借りたい本はいつも誰かに借りられている。あ、わかるわかる。一冊の本には好きな時代や好きな場所への思いが込められているの。それが集まった図書館はいろんな時間や空間が集まった場所だと思う。ああ、確かに。あ、帳の神話だって。剣を手に入れた若者がいた。食べ物となるポケモンをむやみやたらと捕らえまくって余ったので捨ててしまった。人間ってポケモン食べてたの？そんな時代もあったんだ。いやー、そりゃポケモン怒るよね。うんうん。続き読むの怖いんだけど。なんか人間は考えを改めたらしい。怖くないそれ。帳ってそんな神話あったんだ。これをシロナさんは調べてたのかな？じゃあ人間にとってポケモンは捕食対象だったけど、今は共生してるんだね。ちょっとショッキング。あ、トウガンだって、ジムリーダー。うわー、ちょっとなんか複雑だけど、ジム戦行こう。なんかまた入り組んだジムだね。あ、鋼タイプか。じゃあ、彦摩呂先頭にした方がいいね。地面タイプのカラちゃんもいるから、このジムは結構相性いいんじゃないかな。よし、じゃあ行こう。なんかこの左側穴開いてる。なんか仕掛けがあるのかな？面白そう、ここのジムも。空手王のタイプが勝負を仕掛けてきた。ハガネールだ。ハガネール初めて出てきたね。じゃあ PP 温存したいから、マハパンチで。マハパンチいけ。硬いな。全然入んない。氷の規模。ナイスナイス。マハパンチ。オッケー。ちょっと時間かかっちゃったな。1056円ありがとう。じゃあ回復して。よしよし。なんだこれ。面白い。いやー、岩枠3体長かったなー。トバリスティのゴリキ思い出しちゃったよ。よし、回復 OK。これはどこ行ったらいいんだ？これ、だよね。下行っちゃうよね。上行って？ここはどこにも行けないな。面白い、これ。これはいけるね。これでまた下に行って。はいはい。よし、100万枚に回復しとこうね。まあ、ちょこっとだけどちゃんとしとこう。よしよし。あれでもここさっき来たよな。この下、これで上登ればいいのか。これで下に行ってエリートトレーナーだ。オッケーオッケー。よし、じゃあこれでまた上に行けば、ジムリーダーかな？面白い。また下に行くんだ？さらに上がある。面白い。なんか確かに鋼タイプのジムって感じ。これいけないね。まだいた。じゃあ、ここの先にもういるかな、ジムリーダー。まだいた。
じゃあ次こそジムリーダーかな。一応ね、満タンにしといて。んなんだこれ、めっちゃ回りくどい。なるほど、なるほど。まだいる。めっちゃ多いな、ここ。もう、さすがに次はジムリーダーのとこ行けるでしょう。なんか赤い。すごいすごい。めっちゃ上行く。おー、すごい。ここのジム戦楽しいな。よし、じゃあ回復はもう大丈夫だからね。ジムリーダー挑戦しよう。この人がトーガンさんか。黒金のジムバッジ。なるほど。私の息子を倒したか。ひょうたのお父さんなんだ。全然忘れてた。そっかそっか。でもなんかあんまり似てないね。なんかひょうたって結構まろやかな感じだけど、このトーガンさんは結構もう男って感じだよね。漢字の漢の方。ドーミラーだ。行ってこい、彦摩呂。レベルどんぐらいかな。36か。じゃあ、火炎車。いけ。どうかな。一発は無理か。トリックルーム。素早さ逆転されんのやだね。じゃあ先行したいからマハパンチで。回復の薬か。でもトリックルームのターン消費されるからそれはそれでいいかな。マハパンチ。全然入んないね。じゃあ上トライツだけど火炎車。砂嵐。結構起点作ってくるね。ジェミーンドーミラのムーブやだな。火炎車いけ。オッケーオッケー、ナイス。じゃあ次は何出してくるかな。砂嵐もね、地味にやだね。ハガネールか。じゃあカラちゃんに交代しようかな。いや、でもとりあえず彦摩呂でいいや。ここどうしようかな。どうせ特性頑丈だと思うからグローパンチで A 上げよう。ハガネールの自信耐えて耐えて。どうだ。危ない1だけ残ったけど。でもそっか、せっかく耐えたけど砂嵐で落ちちゃうな。そっか、それならいいファイト取っとけばよかったな。いや彦摩呂ありがとう。すぐ復活させてあげるからね。じゃあカラちゃんを大事にしたいからコリマルで威嚇入れます。いけコリマル。威嚇入れてく。じゃあ彦摩呂に元気のかけら使って復活させよう。元気のかけらを使った。ハガネールの自信どうだ。いやー、さすがに落ちちゃうよね。いや、しょうがないしょうがない。これまでありがとね。絶対勝つからね。やっとトリル切れた。じゃあここはカラちゃんで行こう。いけカラちゃん。とりあえず水の波動。いけ。よしよし、ナイス。いやー、カラちゃん強いね。じゃあ最後はトリデプスか。じゃあこのままでいいね。なんと最後の一匹か。ここからが本番だな。トリデプスを送り出した。よし、じゃあここ大地の力でいこう。多分ね、頑丈だと思うから落ちないけど。いいダメージいいダメージ。いいね。木の実持ってるか。でも次で落ちそうだよね。ストーンエッジ。いや、これは全然大丈夫でしょ。オッケーオッケー。まだまだ諦めない。いやもう諦めてくれ。じゃあもう一回大地いけ。よし、オッケー。いやー、今回はカラちゃん大活躍だね。いや、ナイスナイス。やったー、ジムリーダートーガンとの勝負に勝った。4836円ありがとう。
その強さを認め、このマインバッジを渡そう。おー、これで6個目のバッジだ。やったー、マインバッジをもらった。いや、このジム楽しかったなー。怪力を使えるようになるって。おー、やったねー。トーガンが使ってるシールをもらった。これあれかな、さっきトリデプスが出てくるときになんかかっこいいエフェクトあったよね。技マシン91ももらった。おー、ラスターカノンだ。これ結構使えるからいいね。ありがとう。よし、じゃあここで一直線に帰れたりしないのかな。また、あれかな。メリッサさんの時みたいにずーっと戻る感じかな。おー、すごいすごいすごい。おー、すごい。一番下まで来れた。いや、楽しかった。ジュンだ。なんだ、またバトルか。いや、でもさすがにこんな連続ではバトルしないか。図書館に来いよだって。さっき図書館は行ったけど、なんかイベントあんのかな。なんだろう。またさっきの怖い神話の話とかかな。どこだ？一番上かな？いたいた。こっちだぜ、こっち。あれ、博士と後期だ。ほら、じいさん、リノのやつ連れてきたぜ。じゃあ俺行くからさ。ジュンは行っちゃうんだ。何博士。わかったよ。無言の圧をね、かけてたんだね。すっかり忘れてるかもしれんが、私はポケモンの進化について研究している。覚えてる覚えてる。進化するポケモン、しないポケモン、何が違うのか。未熟なポケモンが進化するのか。だとすれば進化しないとされる伝説のポケモンは完成形か。3つの湖には幻のポケモンがいるという。それを見つけることができれば進化について何かわかるかもしれん。幻のポケモン探してほしいのだ。じゃあ3つの湖に行けってことだよね。いや、確かにそれはさ、目で見た方がいいだろうけどさ。湖は3つ。お前たちはちょうど3人。後期は宍道湖。私は純は越湖。私が宍道湖がよかった。釣りし湖じゃん、私。待って、遠いって。何地震だ。何止まったか。みんな大丈夫か。気をつけて外に出るぞ。街の様子は気になる。何地震は起きるしさ。しかも次立志湖行かなきゃいけないしさ。ひどいよ。めっちゃ遠いんだよ。いや、パワハラだよ、これ。何があったの？さっきのより自然なものではないな。じゃあポケモンの仕業ってこと？おいおい、じいさんたち大変だぜ。立志湖で爆発が起きたそうだ。私今からそこ行くんだけど。そう。ジュンは偉いね。立志湖のことなんだか気になるのだ。全く見当がつかん。無理はするんだよ。私たちも宍道湖の様子見たらこっちに行くからな。いや、じゃあいいじゃん。私行かなくて。あなたたち行けばいいじゃん。2人もいるんだからさ。遠いほんと。じゃあ、帳に行って、そっから立志湖のほとりだね、また。そっか。じゃあ、一旦ゲームはここまでにしときます。まさかの明日は網走に行くことになりました。いや、本当にやばくないですか？今いる小樽がここだとしたら、網走ほんとこんなとこにあるんですよ。今マップで調べてみたんですけど、ここからね、高速使っても5時間かかるみたいです。しかもこれ今の時間に出発して5時間なんで、明日の昼間に移動となったら絶対もう少し時間伸びますよね。じゃあもしかしたら6時間とかになっちゃうのかな。いやー、無理でしょ、さすがに。連日の移動距離おかしすぎるよ。
いやでもこのリアル大ポトビももう後半に差し掛かっててね、ここまで頑張ってきたんでちょっと気合で頑張ります。100万円もかかってるしね。そう、それに明日はホテルの朝食バイキングもあるんですよ。ここのホテルはね、朝食バイキングがめちゃくちゃ美味しいって口コミが多かったんで、もう今からすごい楽しみです。なんでね、明日はいっぱい美味しいご飯食べて、で、また長距離運転頑張ります。そしたらここのホテルは温泉があるみたいなんで、今から入ってきます。大浴場はこんな感じですごく大きくて、めちゃくちゃ気持ちよかったです。サウナもあったので、明日に備えてしっかり整えてきます。お風呂めちゃくちゃ気持ちよかったです。いろんな種類のお風呂があってすごい広かったし、あとね、サウナもあったんで、もうめちゃくちゃ最高でした。それじゃあ明日も長距離運転なんで、今日はもう寝ちゃおうと思います。おやすみなさい。おはようございます。いやー、ベッドで寝れて本当に気持ちよかったです。しかもエアコンの効いた快適な部屋で寝れるっていうのがね、もう本当に幸せでした。それじゃあ着替えて朝食ビュッフェ行っていこうと思います。美味しそうな料理をたくさん取ってきました。オリジナルの海鮮丼を作ったんですけど、どの海鮮もホテルの朝食ビュッフェとは思えないクオリティですっごく新鮮で美味しかったです。他にもサラダに冷ややっこ、ジンギスカンとサザエとホタテのバター焼きももう全部美味しかったです。朝から満腹になりました。いやー、朝ごはんすっごい美味しかった。海鮮のクオリティがね、ほんとその辺のお店で出てきそうなぐらい美味しくって、いやほんと大満足でした。昨日は温泉も気持ちよかったし、で今日は朝ごはんもすごい美味しかったしで、いやーもう一泊したい。まあでもね、今日ベッドで寝れたことですごい体も休まったんで、今日も頑張っていきます。それじゃあ部屋片付けて、あとメイクしてチェックアウトしようと思います。駐車場に戻る前にポケフトを見に行きます。小樽にはアローラロコンのポケフトがありました。シンプルなデザインでめちゃくちゃ可愛かったです。それじゃあ今日はトバリシティのモデルになってる網走に向かいます。今日も高速を使っていくのでだいたい5時間ぐらいです。いやー本当に長距離運転なんですけど、途中でね休憩もしっかり挟みつつ気をつけていきます。長距離運転になるので早めに給油していきます。約4200円分入れて満タンにしたのでこれで安心です。では網走に向かって高速道路で移動します。無事に網走の近くに着いたので給油していきます。今朝給油したばっかりなんですけど、もう5時間以上走ったので燃料はかなり減っていました。約4800円分入れて満タンにしたのでこれで安心です。網走のコインパーキングに到着しました。いやー、小樽から遠かった。地図では5時間ってなってたんですけど、全然それ以上かかっちゃいました。で、しかもいつも網走に来たら行っていた道の駅が今日は車が止められなくなってて、で、近くの公園の駐車場も探したんですけど、そこもね、閉鎖されてて入れなくって、で、結局コインパーキングに車止めました。それじゃあゲームの中でもトバリシティに空を飛ぶで移動します。じゃあ再開してきます。ちょっとさっき録画ボタンを押すの忘れちゃって空を飛ぶをしちゃったんで、博士とコウキなくなっちゃったんですけど、同じ位置に戻ってきたんでトバリシティに空を飛ぶしようと思います。じゃあトバリシティにまず空を飛ぶで飛んで、いやほんとゲームの世界だとね一瞬でついちゃうんですけどね。
あ、そうそう、この先の214番道路かなに、遺跡マニアの穴ってとこがあって、で、そこでね、ヒポポタスが捕まえられるらしいんですよ。で、昨日ポケセンでせっかくヒポポタス買えたので、ちょっと捕まえていこうと思います。あ、なんかある。お、穴を掘るを見つけた。いいね、いいね。お、ヒポポタス来るかな。あー、S でか。あ、やっと出た。あれ、でも待って。私が昨日買ったのと若干色違くない？うわー、これオスメスあったやつだ。じゃあ、持ってるフィットと同じ。オスか。オスがいいよね。じゃあもう一回探し直しだ。またメスだ。ヒポポタス全然出ないのにさ、2連続メスなことある？待って、またメスじゃん。3連続さすがにひどいって。いやー、なんでオス出ないとかないよね、ここ。うわ、やっと出た。マジ何回目だった？めっちゃ嬉しい。もう絶対捕まえなきゃ。でも絶対これさ、攻撃したら落ちちゃうよね。いや、もうモンボとりあえず投げまくろう。ありったけのモンボ投げよう。よし、36回投げられる。大丈夫大丈夫。こんだけあれば。お願い、入っていや、もう噛み砕くとかいい。そういうのいいから、とりあえずモンボ投げさせてくれ。もう砂嵐とかもういいから。かわいい彦摩呂眠たいんだ。いけ、入れ入れ。お願い。どうだ。来い。おー、やったー。めっちゃ長かった。いやー、この狭い洞窟をずーっとぐるぐる回ってたから、ほんと気狂うかと思ったわ。よしよし。カバポケモンかわいい。じゃあね、ニックネームはね、カバオにします。いや、カバオ、お前が一番苦労したぞ、今までで。じゃあ野生のポケモンに合わないようにスプレー使っとこうかな。よしよし、オッケー。ここね、結構草むら多いんですよね。こっち行けないか。じゃあこっち行けたっけ？うんうん。繋がってそう、繋がってそう。よし。じゃあこの先がリッシュ湖のほとりなんで、一旦ゲームここまでにしときます。いやー、ヒポポタスのオス全然出てこなくって40分ぐらいかかってやっと捕まえられました。こんだけ頑張ったからもうすでに結構愛着湧いてます。かわいいカバオ。それじゃあ次はリッシュ湖に行くためにまずリッシュ湖のほとりに行かなきゃいけなくって、でそのためだけに今からリッシュ湖のモデルになっている標津町に向かいます。網走からはだいたい2時間ぐらいかかったと思います。いやー、このくだり1回やってるんだよな。そうそう、標津町に向かう前にちょっとね洗車をしていきたいんですよね。この旅が始まってから一回も洗車するタイミングがなくって、もう本当に今フロントが虫たちの墓場みたいな感じの地獄の状態になってるんですね。もうちょっと本当にひどい状態なんで洗車しに行きます。洗車場に着いたので、これから洗車していきます。本当に虫の墓場すぎてやばかったので、ジューニーをピカピカにしてあげようと思います。イエローハットで虫取りクリーナーを買ってきたので使ってみます。
めちゃくちゃ綺麗になりました。もうずっと洗車したかったので、本当に大満足です。せっかく洗車したんですけど、途中ですごい雨降ってきちゃって、本当はね、雨予報じゃなかったんですけど、ちょっと拭くのもそこそこにして、今から利尻湖のほとりのモデルになってる汁田町に向かいます。セイコーマートでお昼ご飯を買ってきました。今日のお昼ご飯はお気に入りのうま塩チキンとウーロン茶です。では、利尻湖のほとりの標茶町に向かいます。標茶町にある公園の駐車場に着きました。いや、2時間だけだったらね、全然きつくないんですけど、5時間運転からの洗車してで、また2時間運転で、さすがに疲れた。それじゃあゲームの中でも利尻湖のほとりに入ります。じゃあゲーム続きやっていきます。確か前まで利尻湖のほとりの利尻湖の入り口か、そこに研究員の人がいて入れなかったんだよね。もういなくなってるってことかな。あ、やっぱりそうだ。じゃあ利尻湖の中入れるんだけど、利尻湖のモデルになってる屈斜路湖に私も行かないと入れないので、ゲームは一旦ここまでにします。いやー、このためだけに2時間かけて標茶町来たのか。いやー、本当にとんでもない鬼縛りルールを考えましたよね、この発案者の視聴者さんは。それじゃあ、利尻湖のモデルになってるのが屈斜路湖っていう湖らしくて、で、それがよく見える道の駅に行こうと思うんですけど、今出発しても到着する頃にはもう真っ暗になっちゃうと思うんですね。で、今夜はそこの道の駅で休憩させていただいて、で、朝湖を見に行こうと思います。じゃあここからはだいたい1時間ぐらいで着くみたいなんで、その途中でお風呂に入ったりいろいろしながら向かおうと思います。街灯がなくてかなり暗くなってきたんですが、この暗闇の中で鹿さんが道路を横断してきます。絶対に事故りたくないので気をつけて運転します。今お風呂着いたんですけど、さっきの道にめちゃくちゃ鹿いてすっごいびっくりしました。今まで1匹2匹道路のこの端とかにいるのは見たことあったんですけど、あんなに群れでねバラバラ歩いてるの初めてでほんとびっくりしました。しかも今日休憩する予定の道の駅がまさにさっき鹿がいたあの辺なんですよ。だから大丈夫かな。寝てる間にさ、鹿にノックとかされたらどうしよう。超怖いじゃん。ちょっとあそこ通るの怖いかもしれない。まあでもちょっととりあえずお風呂には行ってきます。ここの温泉は入浴料と食事がセットになっているセットメニューもあったので B セットにします。夜ご飯は味噌ラーメンにしました。久しぶりのラーメンなんで、いつもの味噌ラーメンよりも何倍も美味しく感じます。大浴場もかなり広くて、ジャグジーのお風呂もあったので、長時間運転の疲れを癒します。道の駅のぐるっとパノラマ三幌峠という場所に到着しました。今日はここで休憩させていただきます。ここね、名前の通り峠にある道の駅なんで、もう霧もめちゃくちゃ濃くて視界悪いし、で、しかもそこら辺にいっぱいいたんですね。本当にね、霧が濃いんですよ。わかるかな、映像で。で、調べたら雲も出る可能性があるみたいで、もう本当に怖いんで、今日は8泊モードにしないで、もうこのまま座って寝ちゃおうと思います。
じゃあ、リシコのモデルになってるクシャロコのそばまで来たんで、ゲームの中でもリシコに入ります。よーし、じゃあ再開してきます。いやー、この一瞬のためだけにしべちゃん町行ったの本当に謎ムーブだったなー。リシコ。お？なんかめっちゃ炎出てんだけど。湖なのにさ、水なくない？あ、コイキングがピチピチしてる。あなたもコイキングのように跳ねさせてあげましょうか。だって。あ、そういえばなんかミオシティいた時に爆発音がしたって言ってたから、さっきの炎、それか。っていうか、ここの爆発がミオシティにいて聞こえるって、どんな規模の爆発よ。次はグレッグルか。じゃあ、カラちゃんでいいね。よし、行け、カラちゃん。じゃあ、大地の力で。行け。よしよし、オッケー。1584円、ありがとう。あ、スプレー切れちゃった。じゃあもういいね。ここ全部湖だったってことだよね。よっしゃ、回復しとこう。よし、オッケー。見張りをさせられてた間抜けな奴らの仲間か？すべてのポケモンが伝説のポケモンが集まるぜ？どういうこと？なんか他にはなさそうだから、じゃあこの中入ろうかな。リシコの空洞、あ、誰かいる。ミッションは順調、ボスは満足なさるだろう。あ、幹部か、この人。ジュピターも情けない。こんな子供に負けるとは。じゃあバトルだ。BGM かっこいい。この人は何さん？サターンさんが勝負を仕掛けてきた。なんか美女かわいいね、この人。あ、ユンゲラーだ。じゃあ、ここは火炎車で。よし、行け。オッケー。ユンゲラー B 低いからさすがに一発だね。カバオがレベル24になった。砂嵐を覚えたい。砂嵐は特性が砂起こしだからいらないね。次はドーメラーだって。じゃあこのままでいいね。じゃあここも火炎車。どうかな、落ちるかな。耐えられちゃったか。やっぴか。これはめんどくさいね。じゃあ混乱したら面倒だからここは交代しとこう。じゃあここはコリマルに変えます。頑張れコリマル。角入れて。陣痛力。どうだ。よし、大丈夫大丈夫。じゃあここは噛み砕くで。いけ、頑張れ。よしよし、オッケー。じゃあ最後はなんだ？毒ロック。じゃあここはカラちゃんに変えよう。いけ、カラちゃん。毒タイプだからここは大地の力で。上取れてる。毒か。いや、負けはしないけど地味に嫌だね。大地の力いけ。よし、オッケー。いや、今までの幹部の中でもこの人はそんなに苦戦しなかったね。サタンとの勝負に勝った。なるほど、強い。銀河団には歯向かうわけだ。3256円手に入れた。ありがとう。時間稼ぎにしかなれないだと？まあいい。お前のような子供が何しても流れる時間は止められない。3つの湖にいるポケモン。今頃マーズが宍道湖で次のポケモンを捕らえているだろう。行っちゃった。ってことはここにいたアグノムはもう捕まっちゃったってこと？ね、いないもんね、洞窟の中に。いや、もしかしてさ、次宍道湖に行くとか言わないよね。
いや、さすがにね、だってミオシティから新宿一番近かったしさ、なんかそんな効率の悪い動き方させないよね。そうそう、それにさ、博士とコウキがなんか先新宿行って、終わったらそっち見に行くわ、みたいな感じで言ってたからさ、まあさすがにないとは思うけど、でも確認してみるか。新宿のよそ見にこうなってる。やだやだやだ。だって今日さ、こんなに一生懸命移動してきたのにさ。きちー。いやー、まあとりあえず一旦今日はここまでにしときます。それじゃあ明日の朝は立志湖のモデルになってる屈斜路湖見に行って、で、その後に宍道湖のモデルになってる洞爺湖に向かいます。てかね、洞爺湖って小樽から行くと結構近いんですよ。だから今日来た道をね、そっくりそのまま帰るみたいな感じなんですよね。いやー、この旅のルールじゃなかったら本当にわけわからんムーブしてますよね。そしたらさっき歯磨いてきたんで寝る準備して早く寝ちゃおうと思います。じゃあ明日も長距離運転なんでもう寝ちゃいます。おやすみなさい。おはようございます。昨日ここに到着した時はもう真っ暗になっちゃってたんで、これから立志湖のモデルになってる屈斜路湖を見に行ってきます。ここの道の駅から少し歩いたところに展望台があって、そこからよく見えるみたいなんで楽しみです。こちらが立志湖のモデルになっている屈斜路湖です。モデルになっているだけあって、ゲームの世界の立志湖にめちゃくちゃ似ています。もしかしたらこの島にもアグノムがいるかもしれませんね。ゲームのマップを見てみると、ここが立志湖です。実際の北海道の地図と見比べてみたところ、同じ場所ではありませんが、トバリシティのモデルになっている網走の下にあるというところは一致しています。ただいまー。いや、ここから見える屈斜路湖めちゃくちゃ絶景でした。すごかった。ちょっと雲は多かったんですけど、でも部分的に晴れ間も見えて、もう本当に綺麗でした。さあじゃあ今日は宍道湖に行くんですけど、そのために一旦空を飛ぶでマサゴタウンに飛びます。なので、マサゴタウンのモデルになってる苫小牧を経由して、で、宍道湖のモデルになってる洞爺湖を目指します。で、洞爺湖までの所要時間調べたんですけど、なんと昨日よりもさらに長い約6時間の移動です。いやー、ほんとゲーム内ならね、空を飛ぶで一緒なんですけど。よし、じゃあ気合い入れて今日も長距離運転頑張ります。ガソリンが減ってきたので給油に来ました。まだ半分ぐらいガソリンは残っているんですけど、早めに入れておきます。約4000円入れて満タンになりました。では、苫小牧に向けて安全運転で行きます。マサゴタワーのモデルになってる苫小牧にある公園に着きました。いやー疲れた。長かった。それじゃあゲームの中でマサゴタウンに空を飛ぶで飛びます。じゃあゲームやってきます。じゃあ空を飛ぶでね。
本当に遠かった。運転も疲れるけど、そもそも座ってるだけでも長時間だときついですよね。よし、じゃあそしたらまずはフレンドリーショップで生産からしてきます。そう、私、トバリシティでね、生産し忘れちゃってたんですけど、まず、小樽の駐車場が1000円なんで、いい傷薬と、傷薬一つで合計1000円。で、小樽で入れたガソリンが4200円なんで、傷薬をじゃあ14個で4200円。で、小樽から網走までの高速料金が2800円なんで、いい傷薬4個で2800円。次が網走で入れたガソリンが4800円なんで、すごい傷薬4個で4800円。網走の駐車場が300円だから、傷薬が1つで300円。あと、洗車用の洗剤が1100円なんで、穴の毛の紐2つで1100円。あとは洗車が300円だから傷薬が1つで300円。それからそこまで、四捨五入して500円使ったから眠気覚ましが2つで500円。昨日のお風呂が600円だから何でも直しが1つで600円と、あとご飯も600円だから何でも直しも1個で600円。あとは今朝のガソリンが4000円だから元気のかけらが3000円分と、傷薬が1つで300円と、いい傷薬が700円で1つで、これで合計4000円。最後に、苫小牧との高速が4600円だから元気のかけらが3個で4500円と、6消し1つで100円で、これで合計4600円。よし、オッケー。いやー、いっぱい長かったな。そしたら、確か201番道路をまっすぐ行った先が宍道湖のほとりだったから、そこまで進めようと思います。いや、この道もなんかすごい懐かしい感じするね。つい最近のことのはずなんだけど、なんかめちゃくちゃ前に感じる。よしよし、じゃあ宍道湖のほとり着いたから、じゃあゲームは一旦ここまでにしときます。じゃあちょっとエコノミー走行号になっちゃうのが怖いんで、せっかく公園にも来てるんで、ちょっと散歩してきます。金太郎池にはいろんな動物がいるんですけど、池にはたくさんの鯉がいます。鯉を眺めていたら、色違いの鯉キングを見つけられたので、めちゃくちゃラッキーでした。今日は曇ってるからかすっごい涼しくて22度しかないってさっき書いてありました。毎日こんぐらいあったらいいのにな。ただいまー。じゃあ次は宍道湖に向かうので、モデルになっている洞爺湖へ行きます。お腹が空いたので近くのマクドナルドに来ました。大好きなエッグチーズバーガーとマックシェイクのストロベリー味にしました。入れ物はレモンスカッシュなんですけど、中身はストロベリーです。ついでにガソリンも入れていきます。結構走ってきたので残り2メモリになっちゃったんですけど、約4700円分入れて満タンになりました。では気をつけて洞爺湖に向かいます。宍道湖のモデルになっている洞爺湖の駐車場に到着しました。いやー、ちょっと長距離運転すぎてね、腰痛くなってきちゃったんで、またこの辺ちょっと歩いて運動してきます。宍道湖のモデルになっている洞爺湖に到着しました。ストーリーの序盤に来た時に展望台から洞爺湖を眺めたのがすごく懐かしく感じます。エムリットいないかなと思ってズームして探していたら、なんと三重塔がありました。調べてみたところ、海難事故からの守護を願って建設されたそうです。ただいまー。いや、夕方の洞爺湖めちゃくちゃ綺麗でしたね。なんかこんな大変なことさせる生鎌田博士のこと嫌いになりそうと思いながら歩いてたんですけど、でも洞爺湖がすっごい綺麗でね、なんか心が浄化されましたね。それじゃあゲームの中でも宍道湖に移動します。よし、それじゃあゲーム再開してきます。いや、久しぶりだね、ここに来るのも。あ、博士。あ、コウキはいないんだ。リノよく来てくれた。銀河団の連中が伝説のポケモンを。そうだ、リノ、コウキを助けてやってくれ。あ、奥にいるのかな？あ、すごいとこに隠れてるな。あ、ダブルバトルなんだ。なんか奥にも銀河団いるし、結構バトル続きそうだな。よし、じゃあ忘れずに回復して。オッケー。コウキは、いたいた。あ、マーズもいる。
ゃあ次はマーズとバトルかな。例えば前にね、会った時にまた会えたらいいね、みたいな感じで話したから。そっかそっか、もう一回バトルできんだ。どうも、お久しぶりです。あんたの顔嫌なこと思い出しちゃった。発電所のことよ。あ、そうそう、嬉しい、覚えててくれて。あれ、なんかもっと友好的な感じでバイバイしなかったっけ。私は銀河団の幹部マーズ、強くて美しいの。仲良しカップルのつもりで助けに来たの？いや、全然違うんですよ。なんか博士にね、パワハラされてて、ここまでね、わざわざ来たんですよ。銀河団の幹部マーズが勝負を仕掛けてきた。おー、ゴルバとか。だったらこれぐらいに交代しよっかな。ね、せっかく彦丸ちょっと出てもらったけど。じゃあ、コリマルに交代します。いけ、コリマル。あ、トンボ帰り。それはうまいね。完全に答え読まれてたな。じゃあ次なんだろう。プニャットか。じゃあそのまま彦丸で突っ張っとけばよかったな。じゃあここはボルチにします。鳴き声。いや、プニャット見た目と反してめっちゃ餌早いよね。バルト展示、いけ。全然入んないな。いけ、彦丸。じゃあ、ブニャッと早いからマハパンチで。落ちないかー。木の実持ってる。確か前に対戦した時もそうだったよね。ツバメ返し。耐えれるよね。よしよし、オッケーオッケー。じゃあ、ここはグローパンチでいいね。いけ。よし、オッケー。じゃあ次はウォルバットか、それとはまだダッシュないやつかな。なんだろう。ゴルバットか。じゃあコリマルに交代します。ここはスパークかな。いけ。まあまあまあ。貝殻の鈴でちょっと回復して、毒毒の牙。これは多分大丈夫かな。毒っちゃったか。地味に嫌だよね。じゃあもう一回スパーク。あれ、上取れてる。耐えて耐えて。危ない。いけ。よしよしよし。ゴルバトと同族だったのかな。よかったー。コリマルが45レベルになった。心配始めると自力で毒直したって。コリマル偉いね。じゃあ次ドーミラだから彦摩呂に変えよう。ありがとう、コリマル。いけ、彦摩呂。よし、じゃあ火炎車で。いけ。よしよし、オッケー。いやー、コリマル一瞬危なかったけどね、全然余裕で勝てたね。よかったー。彦摩呂が44レベルになった。銀河団幹部のマーズとの勝負に勝った。何度も何度も。3276円手に入れた。ありがとう。また負けた。これで発電所でしょ。この宍道湖でしょ。銀河団の幹部としてこんなことってありえない。かわいい、めっちゃ喋ってる。伝説のポケモンをアジトに運ぶのが仕事なんだね。じゃあもしかしてもうエムリット捕まえられちゃってる？エムリットもう捕まえられちゃってるんだ。感情の神エムリット、意志の神アグノム、そして知恵の神ユクシー。すべて集めた銀河団が何するかをお楽しみにだって。あら、行っちゃった。なんでスッと行かしちゃってんの？ダメでしょ。じゃあ次どこ行くんだ？エチコどうだろう？ジュンが心配だ。ねえ、嘘じゃん。絶対これエチコ。行くじゃん。なんかさ、3人いるからそれぞれの湖に1人ずつ行こうみたいな感じだったじゃん。なんで最終的に全部行くんだよ。遠いよー。いやー、切っ先シティって名前の通り本当に切っ先だね。いやー、そっかー。まあね、どの道ね、切っ先シティには行かなきゃいけなかったからね。
そしたら、じゃあ、白帯シティに一回空飛ぶで飛んでから、そこからキサキシティ目指すのかな。オッケー。じゃあまた明日も長距離運転だ。じゃあゲームは一旦ここまでにしときます。次は H 湖に行くために、天眼山を抜けて、で、216番道路を目指します。そのために、まずは天眼山の近くの白帯シティに行く必要があるんですよね。なので、これから白帯シティのモデルになってる旭川に向かいます。リアルでも空を飛ぶ使いたいよ。さすがに疲れた。まあね、文句言ってもしょうがないので、また運転気をつけて頑張っていきます。だいぶガソリンも減っちゃったので、なんと今日3回目のガソリンスタンドに行きました。残りが2メモリだったんですけど、約5200円分入れて満タンにできたので、これで明日も安心です。白帯シティのモデルになってる旭川に到着しました。いやー、すっかり遅い時間になっちゃいました。疲れた。今日は今までで一番移動距離長かったですね。ちょっと遅くなっちゃって銭湯の営業時間に間に合わなかったので、今日はお風呂諦めてこのままここで休憩させていただこうと思います。お風呂入りたかったんですけど、まあ今日はね、あんまり暑くなくて汗もかいてないんで、まあちょっと1日ぐらい我慢します。じゃあちょっとね、小雨降ってるんですけど、パパッと準備しようと思います。じゃあ準備できたんで先にご飯にしちゃいます。今日もセコマで買ってきたんですけど、これね、初めて見ました。豚唐揚げのっけ弁当と、あとはこの大好きなごぼうサラダと、あとはでっかいほうじ茶と、で、最後に、ちょっとこれは明日用なんですけど、ちょっと運転中眠くなった時困らないようにモンスター買っときました。旅が始まってから結構セイコーマートは行ってるんですけど、豚唐揚げ弁当は初めて見ました。唐揚げや卵、スパゲッティも入って374円はかなりコスパがいいです。野菜は食物繊維が取りたかったので、ごぼうサラダにしました。あとは2リットルのほうじ茶も買ったので、これで水分はしばらく大丈夫です。ごちそうさまでした。そしたらゲームの中でも白帯シティに空を飛ぶで飛びます。じゃあゲーム再開します。そしたらね、旭川に移動してきたんで、ゲームの中でも空を飛ぶでね、白帯シティに飛びます。遠かったここまで。いや、昨日今日でどんな移動してんだって話だよね。よし、白帯シティ持ってきた。ちょっと久しぶりだね。じゃあまずは、間違えちゃった。フレンドリーショップでね、使ったお金生産します。お昼ご飯のマックが四捨五入して500円なんで、傷薬が1つと、麻痺直しが1つで、これで合計500円。苫小牧で入れたガソリンが4700円なんで、傷薬が4200円分と、傷薬が300円と、麻痺直しが200円で、これで合計4700円。それから苫小牧からの高速が6020円だったから、四捨五入して6000円。あとさっき入れたガソリンが四捨五入して5200円だから、ケンケンのかけらが4500円と、傷薬が700円で、これで合計5200円。あとさっきセコマで約900円使ったんで、傷薬3個で900円。よし、これで生産 OK。じゃあね、確か PP がもう結構やばかったから、白帯シティでポケセン使っちゃおうかな。ちょっと確認してみますね。
ほらね、結構やばいんだよな。カラちゃんとか特にやばいね。まあもう白帯シティは来ないだろうし、ポケセン使っちゃおう。こんにちは、回復お願いします。いや、ほんとみんなよくポケセン使わないで頑張ってくれてるよ。いっぱい休んでくれ。よし、オッケー。じゃあ、そしたら天眼山の入り口の手前まで行けばいいかな。多分こっちだった気がする。ディアルガの像の向こう側になかったかな。あったあったあった。お、山男さんがいるから、じゃあカラちゃん先頭にしとこうかな。よし、オッケー。じゃあこの先が天眼山なんで、今日はゲームここまでにしときます。よし、それじゃあ明日は天眼山に行くので、モデルになっている日高山脈にまた行こうと思います。で、前回もそうだったんですけど、日高山脈に実際に登ることはできないので、日高山脈がよく見えるスポットに明日も行こうと思います。よっしゃ、結構遅い時間になっちゃったんで、早く片付けて寝る準備しちゃいます。いやー、今日は一日がすごい長く感じました。今日だけで何キロ運転してきたんだろう。もしかしたら1000キロとか余裕で超えてるかもしれないです。やば。それじゃあ明日も朝から行動したいんで、少しでも長く寝れるためにもうそこ寝ます。おやすみなさい。ついに喫茶キシティに到着したいのちゃん。日本最北端の地には喫茶キ神殿や絶品グルメがありました。最後のジムリーダーデンジを倒して無事ジムバッジをゲットすることはできるのでしょうか。次回、デンジのレントラーを捕まえたい。